皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の5月の20日ですね、月曜日。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の10時2分ということで、1時間半ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、ちょっと長いんですね。安倍晋三と自民党、公明党、維新の会、日本会議など、極右ファシスト改憲勢力は、あっと驚く大義名分をでっち上げて、7月に、衆議院解散、8月に、衆参同時選挙を強行し、衆参3分の議席確保に動くだろうということなんですね。今日のワイワイニュースライブの通算の回数ですけど、2781回ということです。ツイキャステレビで一元放送ですね。今のところ音声も映像も問題なく配信されているということです。ということで今日の放送を始めたいと、月曜日ですね、いうことですね。今日の最初はお知らせとして、先週金曜日ですね、放送しまして、テーマ、なんでこんな体に害を及ぼす 100% 化学物質のエセミルクが毎日使われているのに誰もその危険性を指摘しないのかと、こういうメインテーマで放送をお送りしたんですけど、これをですね YouTube 向けに、表紙を作って、くれたんですね。こういうふうに、ドクロの毒物ですよということで、ワイワイニュース山崎康彦ワイワイニュースライブ、それでタイトルですね、これですか。誰も危険性を指摘しないのかということで、このフレッシュコーヒーというわけのわかんない名前のついた100% 化学物質があたかもミルクのように毎日数百万個消費されているという驚くべきですね、事態に対しての警告ですよね。それで、ツイキャスの現時点での視聴者数が439名様、それで YouTube がすごいですね、2167ということで、やはり圧倒的に YouTube っていうのは、潜在的な、波及力があるということですよね。合計で2606名様ということです。今日の最新のお知らせですね。皆様からのコメントですね。初耳さんがいつもありがとうございます。コンティニューコインが12345枚ですね。そして必見ですということで、今日のメインテーマリツイートしてくれましたね。それからアフターマッチさんがお茶ですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。から中間319さん、コンティニューコイン、石森さん、コンティニューコインですね。K さん、コンティニューコイン、土山純一さんがお茶バク転とコンティニューコイン2枚ですね。いつものように。ありがとうございます。ヨーヨーさん、コンティニューコインですね。そして今日の放送の前にですね、コメントしていただいた砂月さん、田中流作ジャーナル、偽装 GDP プラスは消費税増税の口実となるかということですね。砂月さん、トランプは対イラン戦争に向けてはめられつつあると、マスコミに載らない海外記事ということですね。から反グローバル党、借金からしかお金は生まれないと、これは正しいんですよね。要するに信用創造っていうのは借金なんですよね。問題はだから実体経済とか実物価値が将来、将来、借金の型として、生まれてくると、あるいは与えられるという前提で
信用創造っていうのはあるんですね。信用創造が実体経済を担保にして、借金が成立するという構図なんですよね。ですから実体経済がない信用創造っていうのは崩壊するというのは確実なんですよね。ミルキーさん、Une nouvelle version de Microsoft Word interdira les expressions jugées politiquement incorrectes。はい。マイクロソフトも検閲をやり始めましたね。このミルキーさんのフランス語の文章ですけど、マイクロソフトのワードですね。エクセルとかワード、このワードの新しいバージョンが開発されて、それによると、政治的に彼らが不適切だと、不正確だというふうに判断したものは禁止されるというとんでもないことがマイクロソフトのワードの新しいバージョンでは行われるということですね。いやもう完全にマイクロソフトとかフェイスブックとかグーグル、これはもう完全に向こう側ですよね。世界支配階級の検閲組織になっているということでしょうね。アマゾンとかあるいはツイッター等々はまだ直接これほどあからさまではないんですけど、このGoogle、Facebook、マイクロソフト、これはもう完全にあからさまでその正体を暴露していると、平然と暴露しているということでしょうね。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますということですね。初耳さん、今あれですね、ミルキーさんの読んでたんですね。それから砂月金さん、第2回ゴーン日産事件を契機に日本の人質司法を考える勉強会という案内ですね。はい。マイクロソフトも正体を表しましたね。三枝クララさん、コンティニューコインですね。寒川雷蔵さん、拍手ですね。はい、ありがとうございます。それじゃあ最初の今日のお知らせの部分をアップしますね。エセミルクに関しては私は行くところで必ずですね、これは飲まない方がいいよと、 100% 化学物質で毒ですよというふうに、今言いふらしてるんですね。だから徐々に皆さんがこのように、口から口へ、伝播していけばですね、そのうちボデーブローみたいな形で、浸透していくということでしょうね。現時点での視聴者総数、これですね、全部で2606名様ということですね。これからも増えていくと思いますね。そして今日の画像ですけど、今日は多いんですかね、6つですね。で一番最初はですね、これ私も買ったんですけど、今日の注目情報記事の中で、女性自身という女性週刊誌が特集を組んでるんですね。その中でも取り上げてるんですね。取り上げられてるんですけど、要するに、原発事故から8年
数値が物語る日本放射能汚染の実態というこの記事、今日の注目情報の中で取り上げるんですけど、その中で、言われているのはこの放射能測定マッププラス読み解き集ということで、これはですね、いわゆる専門の出版社じゃなくて、みんなのデータサイトという福島にある、福島どこかな、福島県福島市だ。そこにあるみんなのデータサイトマップ編集チームというところが2018年11月13日、去年の11月13日に第一版発行して、すでにもう1万1000部出てるって言うんですね。それで現時点で第3版が10版されているということで、これは素晴らしい本ですよ。これ全部見てないんですけど、すごいこういうふうにマップでですね、丹念に土壌のセシウム等々を各県別に、細かくデータベース化してるんですね。これです。これぜひ皆さん一家に一冊、置いといて、家族勉強会で、これを勉強し合うということは絶対必要ですね。17都県だ。図説17都県放射能測定マッププラス読み解き集ということで、みんなのデータサイトという市民運動グループが実際に4000箇所測定したということなんですね。わずか2ヶ月で1万1000部を発行して話題になっているということですね。これです。ぜひ一家に一冊お手元に、備えるという必須の本ですね。これが最初です。そして2つ目、今日の画像、これ URL をですね短縮しようと思ったらあまりにも長いんで、短縮できないんですね。これです。石森さん、福島県以外では宮城県がそうですね。これはですね、宮城県とそれから栃木県ですよ。福島以外で深刻な放射能汚染にさらされているということで、これがですよね、17都道府県のセシウムの土壌汚染度なんですね。で、真っ黒が福島原発の周辺地区、それから赤い濃い赤からだんだん薄くなるんですけど、これ宮城がそうですね。それから栃木、群馬なんかが汚染されているということなんですね。それでそれでこの記事の中にですね、事故発生からの17都道府県の放射能測定マップっていうのがあるんですね。土壌、各地点で測定した土壌のセシウム134プラスセシウム137の数値です。それで、福島県の土壌汚染が最高値11万2759ベクレルパーキロ、中央値1291ベクレルパーキロで、次にですね高いのが栃木県なんですね。栃木県と宮城県なんですね。宮城が2万493ベクレル最高値、中央値が2498と、から栃木が最高値2万440ベクレルパーキロ、中央値3358パーキロと、この2つが
ダントツなんですね。福島、宮城、栃木と。で群馬県になると最高値が2490ベクレル、中央値315と低いんですね。であとは高いのが千葉、最高値4437ベクレル、中央値3398、高いですね。で山梨、私の住んでる山梨、最高値3988、中央値16.22ベクレルと、中央値が低いですよね。という結果ですね。これをちょっとマイナス81になっちゃうんだ。青森、ダメだ。ということは県別は別にしないといけないんですね。これなんですね。3つずつそうですね、3つずつですね。青森、岩手、秋田。これが岩手も結構高いですよね。最高値3030、中央値103と。それから宮城、山形、福島。宮城が2493ベクレル最高、中央値が2490、249か。山形最高値787ベクレル、中央値44.2と。それから福島、これですね、最高値11万2759ベクレル、中央値1291とですね。それから茨城、栃木、群馬、この中で栃木がダントツに高いですね、最高値。茨城が最高値が4219、中央値が257、栃木が20440、高いですね、中央値335と。群馬最高値2490、中央値315。そして埼玉、山梨、長野、埼玉最高1153、中央値82.7、山梨最高398ベクレル、中央値16.2、長野最高値1038ベクレル、中央値3.92と。それから新潟、千葉、東京、新潟最高値397、中央値8.48、千葉最高値4437、高いですね、中央値339、東京都最高値1663、中央値65.3。で最後神奈川と静岡。
神奈川が最高値433、中央値46.5、静岡最高値515、中央値12.68ということですね。これです。この本の紹介です。そして2つ目、2つ目の画像がこれ、昨日ですかね、ヨーロッパ欧州議会の選挙が行われたということで、その前日土曜日、ドイツ各地でこのように反国家主義のデモが行われたという写真ですね。欧州議会選挙前夜にドイツ各地で反国家主義デモと AFP。特にあれですね、欧州議会選挙で国家主義を唱えるドイツからフランス、それからどこですか、ポーランドとかイタリア等々が議席を取るんじゃないかと、国家主義政党が極右ですよね。ということに対して一番やはりナチスの国家主義で、国を破壊されたドイツ人が一番敏感に反応するんですね。ということです。から3つ目、今日のメインテーマで、毎日新聞のあれですけど、近年のいわゆる衆議院の解散で、内閣総理大臣が大義名分をでっち上げて衆議院を解散したという例を1、2、3、4、5つ挙げてるんですね。で、一番最初は小泉純一郎が2005年8月、衆参議院本会議での郵政民営化関連法案を否決したということで、こんなの理由にならないんですよね。それで、衆議院を解散して圧勝したと、小泉純一郎から次に麻生太郎、2009年7月、自民公明両党の連立政権維持の是非を問う、これで大敗したんですよね。それで3000万票を獲得した当時の民主党が衆議院選挙で圧勝して、政権交代を行われたという時の選挙の大義名分が自民公明両党の連立政権維持の是非を問うということで否定されたから政権交代が起こったということで、鳩山幸夫首相が総理大臣になったけど1年で終わっちゃったんですね。それで次に菅直人が1年、そして野田が1年ということで3年で民主党政権が終わって、2012年の12月に安倍晋三が登場したということなんですね。でその時の選挙、2012年11月に野田佳彦が民主党の税と社会保障の一体改革関連法成立を条件に近いうち解散を閣議と、これ民主党の野田が首相の時にこのように、大義名分を抱えて、解散を約束したというこの背後にはですね、安倍晋三との密約があったんですね。安倍と野田が密約して党首討論かなんかで、解散するんですかという当時野党の安倍晋三が問いただしたことに対して彼はこういうふうに約束したの、近いうちに解散しますというふうに約束。それはなぜかというと、もう完全に密約が出てきて、いわゆる野田とそれから野田の民主党とから当時野党に下ってた
安倍晋三の自民党の大連立を構想すると。それで、安倍晋三首相で副首相に野田をするというとんでもない、大連立の密約があったんですよ。でも実際総選挙になったら圧勝しちゃったんですね、自民党が。で野田はわざわざ副首相にする必要ないということで切り捨てられたというとんでもない裏切りなんですね、これ。で、それで野田になってから2度やってるんですよ、衆議院の解散。1つ目が2014年11月、15年10月に予定していた消費税率 10% の引き上げを1年半先送りするという自分で、いわゆるこれ典型的なマッチポンプですよね。自分でマッチで火事を起こして、そして自分で、消火器で消すというとんでもないことを彼はやって、3分の2獲得しちゃったんですね。で2度目が2017年9月、消費税 10% の引き上げに伴う増収分の使途の変更という、要するにどうでもいいようなことを大義名分にして解散しているというのは分かるんですね。でこの時にいわゆる謀略的に、小池百合子の希望の党というのが突然登場して、それがあたかも安倍自民党に対抗する勢力として野党がそっちに流れちゃったということで、野党を分裂させるための陰謀謀略がですね、この時希望の党で、やられて、マスコミが希望の党に対するいわゆる誘導したんですね。それで結局民主党が分裂しちゃったんじゃないですか。それで、かろうじて立憲民主党枝野がいわゆるリベラル派を糾合して、登場したという、この謀略の世界ですよね。これなかなかいいリストですよ。何でしたっけ。そうか。これが4番目、3番目で、4番目がトランプの弾劾を呼びかけたアマッシュ米下院議員ということで、共和党の下院議員の中から初めてですね、トランプ批判、トランプは弾劾されるべきだと、トランプ大統領は弾劾に値するというふうに呼びかけた若い下院議員なんですね。で5番目、これ面白いですね。卒業生全員の学生ローンを負担すると発表した黒人の実業家ロバート・スミスさん、この大学というのは自身も卒業した黒人が多い大学なんですね。で、卒業生含めて全ての学生ローンの借金を私が肩代わりしますよと、44億円ですよと言ってみんなから拍手喝采を受けたということなんですね。でこの AFP の記事によると、全米の学生ローンの債務残高が170兆円ですって。もうすごいですね。一大金融ビジネスになっちゃったんですね。170兆円、1人、おそらく1000万ぐらい抱えて、学生、アメリカの学生と1000万円ぐらい抱えてるんですね。それで、最後に、この前も紹介しましたけど、現在今やってるんですね。 RBG 最強の85歳の映画、これ昨日見てきたんですけど、素晴らしい映画なんで、ぜひ皆さんも見ていただきたいと。私見たのが新宿のカリテという、新宿のいわゆるマイナーな映画専門のところですよね。85歳の現役の米連邦最高裁の女性判事で、今は9人いる連邦
最高裁の判事の勢力分野っていうのが5対4で、保守派が多数派占めてるんですね。トランプがこの前セクハラで告発された判事を無理やり連邦判事に登用したということで5対4なんです。で彼女がもしも死亡したりあるいは引退すれば当然トランプがまた一人保守派の連邦判事を選任してで共和党が多数派を占める上院が承認するということが分かりきってるんで、そうすると9人のうちの6対3になっちゃうんですね。圧倒的にトランプ支持の保守派の判事が圧倒しちゃうということで、彼女はもう自分が頑張るしかないということで、筋肉トレーニングなんかして、この映画の中では出てくるんですね。すごいですよ。トレーニングしてるんですよ。ぜひ、見る価値がありますね。ということです。砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。のこのこさん、お茶箱10ですね。今日の画像ですね。これはそうですね。で2番目。2番目、3番目。画像。欧州議会前夜にドイツ各地で反国家主義デモと、それから毎日新聞の記事、近年の衆議院解散の主な理由と、でっち上げ大義名分と、毎日新聞も内閣総理大臣に衆議院の解散権はないんだということを一切言わないんですよね。それをまず言えよと。そして4番目、トランプの弾劾呼びかけたアマ州米下院議員と、から学生ローン全部を肩代わりすると発表した実業家ロバート・スミスさんから映画 RPG 最強の85歳ポスターというのが今日の画像ですね。時間が33分27秒、視聴者の方が同時視聴が58名様、全体で102名様、コメントが36件ですね。そして今日の推薦映画が今ポスターをお見せしたRBG 最強の85歳。 RBG っていうのはルース・ベイダー・ギンズバーグと通称なんですね。 RBG ルース・ベイダー・ギンズバーグということなんですね。ぜひ、時間がありますればおすすめですね。どれだっけ。今日の推薦映画、これですね。これですね。通称 RGB と。そして今日の映像ですけど、先ほど画像でお見せしたドイツ各地で反国家主義デモ、これの
動画ですね。 AFP 記事ということです。そして今日の一言ですね。これは例の幻冬舎健城誠社長が自分のツイッターですね、5月16日夜ツイッターでばらしたいわゆる清水誰これ、安文さんという人が幻冬舎が出した100タの日本論かな、これを批判したことに対して、文庫本化しないよと言って文庫本化を中止されたということを津原さんが暴露したんですね。でそれに対して、健城幻冬舎社長がですね、本来だったら絶対してはならない、出版物の販売部数をばらしちゃったんですね、ツイッターで。これがリテラの記事に載ってるということで、この健城社長がですねツイッターで何言ったかというと、清水康文さんの幻冬舎での1冊目、僕は出版を躊躇しましたが担当者の熱い思いに負けて OK を出したと。初版5000部実売1000部もいきませんでしたと。で2冊目の今回の本で僕や営業局の反対を仕切ってまたもや担当者が頑張りましたと。実売1800でした。担当者の心意気にかけて文庫化も決断しましたと。こういうことを暴露しちゃったんですね。これはもうダメでしょうね。職業上の最低限守るべきことすらも守れないというこの幻冬舎の健城という社長、安倍晋三のお友達ですよね。今日の、重要情報の中でリテラでこの健城社長が暴露したことに対してさまざまな人がですね批判しているという記事が載ってたんですね。でもう幻冬舎からは出さないと、出版はしないと言い切ってる人もいるんですね。それで、漫画家のこの人もそうですね、森国正彦氏が幻冬舎への決別宣言を口にしたということで、僕は津原さんの友達ですがこれまで我慢して発言しませんでしたと。ツイッターの自分のルールに反するかです。でも今回の部数発売はさすがにスルーできませんと。でその本に、僕は漫画で参加させてもらってます。どうもすいませんでしたと。安心してください。もう二度と記者では描きませんからということですね。決別宣言ですね。潰れた方がいいんですよ、こんな極右の出版社。それから幻冬舎との決別の呼びかけた思想家内田達さんのツイート。やはりここまで来たら日本の作家は幻冬舎とは仕事しないということを宣言すべきだと思います。そうですよ。だから作家から嫌われば出版社として成り立たないでしょうね。
僕はもともと幻冬舎と仕事をする気がないし、先方も頼む気がないでしょうから、勝手なことを言うなというお立場の作家もいるでしょうけど、それでもということ当然でしょうね。それから映画評論家町山さんの言葉、これ全部リテラの記事からですね。テレ朝が政治に忖度するようになったと言われますが、幻冬舎の健城誠が徹かテレ朝のお目付け役をしてるんですよということで、リテラの解説だと、健城氏は実際テレ朝の放送番組、審議会の委員長を務めていると、こういう検閲してるんですね。マイナス15。ということです。今日の一言ですね。それで今日の注目情報ですね。原発事故から8年、数値が物語る日本の放射能汚染の実態ということで、女性自身がこれは2月の8日付なんだ。結構古いんですね。ここの中にさっきご紹介したこの本が紹介されてて、これですね。砂月さん、更新したらパソコン不調で、文字入力がかなり困難になりましたので、今日はこれで失礼します。そうなんだ。彩色ヒーローさん、こんばんは、よろしくお願いします。出遅れましたということですね。からキララカットさんがコンティニューコインですね。2枚。この女性自身のこの記事、ぜひ、お読みください。URL 貼り付けてありますので。そして今日はですね、朗読はお休みということで、ちょっと時間的に無理だと思うんで、この日米合同委員会の研究ですね、それと石井幸喜さんの日本が自滅する日というこの2冊の朗読は明日に伸ばさせていただくということですね。でこの本この、女性自身の記事の中で、書かれていることですね。で、福島第一原発事故の後、国が詳細な土壌汚染調査をするだろうと思ってたんですが、国がやらないなら自分たちで測るしかないと、そう思って土壌の測定を始めたんですと。その結果を一冊にまとめるのがこの本ですと。そう話すのはみんなのデータサイト、以下データサイト事務局長の小山高真由美さんっていうのかな、高由美さん54と、クラウドファンディングで集めた約600万円を元手に、2018年11月に図説17都県か放射能測定マッププラス読み解き集みんなのデータサイト出版刊を出版わずか2ヶ月で1万1000部を発行して話題になっていると。データサイトは福島第一原発事故後に各市にできた市民放射能測定所がつながった市民グループと、2019年1月末時点で31の測定所が参加していると。
震災後被爆のリスクを減らそうと各地域で測定した食品や環境中の放射能物質のデータを精査し共有。2013年9月、ネット上にみんなのデータサイトをオープンして情報を公開してきたと。食品に関して言うと、最初葉物野菜などについていた放射性物質は時間が経つと雨に流され土に落ちてくると。今度は土から作物が吸収することになるので、土を測らないと結局は食品汚染の実態もわからない。だから土も測っておくことが重要だという意識が芽生えていったんです。そして2014年10月、東日本土壌ベクレル測定プロジェクトが始まったと。原発事故後、国が放射能の測定対象地域として指定した東日本の17都県で3400カ所の土壌を採取・測定し、マップ化、延べ4000人、4000人の市民が土壌採取に協力していると。それで、さっき、アップしました原発事故から8年目の17都県、最新放射能測定マップは次の通りと。各地点で、測定した土壌のセシウム134プラスセシウム137の数値を減水補正により2019年1月に換算して発表したということで、さっきアップしました青森、岩手、秋田、宮城、山形、福岡、それから茨城、栃木、群馬、埼玉、山梨、長野、新潟、千葉、東京都、神奈川、静岡の17都県、これの土壌のですね、最高値と中央値を先ほどアップしたんですね。小山さんは土壌を調べた理由は他にもあるというと。チェルノブイリ爆発事故が起こった旧ソ連では、地域の土を採取・測定し、詳細な汚染マップを作成していると。事故から5年後には、土壌の汚染度も考慮したチェルノブイリ法が制定され、土壌汚染のひどい地域は避難の権利や保障が得られたということで、土壌汚染度の基準、日本と世界でチェルノブイリでの基準は、土壌汚染及び空間線量基準は約2万3000ベクレルキロ以上、または年間被爆5ミリシーベルト超強制移住となるゾーンと。で、土壌汚染基準約8500ベクレル以上は移住の義務となるゾーンと。で、チェルノブイリ法での基準、土壌汚染及び空間線量基準約2800ベクレル以上かつ年間被爆が1ミリシーベルト超は移住の権利が発生するゾーンと。こういうのがチェルノブイリなんですね。で、対して日本の土壌汚染の管理、汚染基準は8000ベクレル以下。2016年3月、環境省は汚染で出た汚染土を全国の公共事業などで利用する方針を決定と。で、汚染基準1000ベクレル以上は原発敷地内でのドラム缶に入れ、低レベル放射性廃棄物として厳重管理と。だけど日本では土壌汚染調査もされず、空間の放射線量が年間20ミリシーベルト以下なら避難指示が解除され、保証は打ち切られている。年間20ミリシーベルトは原発事故以前の一般公衆の年間被爆量の20倍だと。だから以前は1ミリシーベルトだったんですね。それを20倍に緩和したということですね。空間線量は安全か危険かを瞬時に把握するには有効ですが、100メートル先から出た放射線を拾ってしまったり、地上1メートルで測定するか5センチで測定するかによって大きく数量が異なるので不確かな面があると。その土地に暮らして農作物を育て食べる人にとって土壌に沈着している放射性物質の濃度を知ることが大切。メンバーたちはそう考えてプロジェクトを始動させたという。
地元の方々に自分ごととして採取してもらうことは大事だと考えたと。誰もが採取に参加でき、かつ世界的に適用するデータにするため、深さ5センチで1リットルの土を採取するチェルノブイリ方式に統一することにしたと。汚染方法を分かりやすく説明するため漫画にして配布したら、これが共感を得たと。笑いですね。これならできそうと。土壌採取を手伝いたいという連絡が事務局に寄せられ、全国100カ所以上で土壌採取説明会が開かれたと。放射性物質が集まるホットスポットは避け、かつ除染されていない土を取る必要があるので、適切な場所を探すのが大変でしたと。採取した土は測定の後取った場所に返すのが原則と。手間がかかっている分、3400箇所一つ一つに採取した人の思いがこもっていると。測定精度を保つ努力も重ねたと。どの測定書でも正確な数値を出すために共通の検体を用意して、各測定値で同じ測定結果が出る確認をしながら進めたと。土壌採取を進めている間は風評被害を助長するとツイッターなどで批判されたこともあったという小山さん。しかし本が出版された途端、1日で250冊以上の注文が入った日もあると。内心気にしておられる方が多いでしょうと。本当のことを知るのは怖いかもしれない。でも知らないことはもっと怖いと。そうですね。汚染を知れば身を守ることができますからと。同じ過ちを繰り返さないためにも事実を後世に残すことが私たちの務めだと思っています。これがこの受精地震の今年2019年2月8日付の記事の全文ですね。なかなかいい記事ですね。ぜひこの本をですね、一家に一冊手元に置いて家族で読み合わせをするということが絶対必要でしょうね。これぜひあれですね、朗読したいですね、これね。というのが今日の注目情報でした。そして今日のメインテーマですね。そっか。汚染度の基準、チェルノブイリのこれちょっとアップしたいですね。あまりにも差がありすぎるという。日本はもうほとんどあれですね、土壌汚染なんか国は測ってないですね。チェルノブイリ、これ3つ入るかな。ダメだ。3つ目が入んない。で3つ目がこれですね。から日本、マイナス12。から2つ目がこれ。それから3つ目。だから福島とかさっき、出てた宮城とか栃木の最高土壌のセシウム134、137の汚染、数量を考えれば、このチェルノブイリ法では
いわゆる移住しなくちゃいけないようなところなんですよね。それを強制に、避難先から戻させているというのが日本政府のやることですよ。とんでもないことをやってんだよね、安倍たちは。全部であれさっき出てきましたね。3400マップ化、延べ4000人の方が土壌の採取に協力してくれたんですね。3400箇所の土壌を採取し測定したと、マップ化したと。すごい努力ですね。素晴らしい動きですね。今日のメインテーマですね。安倍晋三首相と自民党、公明党、維新の会と日本会議などの極右ファシスト改憲勢力はあっと驚く大義名分をでち上げて、7月に衆議院解散、8月に衆参同時選挙を強行し、衆参憲法改正国民投票発議に必要な3分の2の議席獲得に全力で動くだろうというのが今日のメインテーマですね。長いですけどね。マイナス10、タイトルだけでマイナス10になっちゃうという、タイトルが長すぎるんですね、これね。ということで、関連記事としてなんでこういうタイトルで今日取り上げたかというと、これは5月の17日の毎日新聞、与党高まる解散機運菅氏解散の菅氏か解散の大義発言というこの記事なんですね。それで、菅官房長官がもしも野党が内閣不信任案の提出をすれば解散の大義になるからというふうに言ったんですね。当然なるのではないかと言い切ったんですね。で、通常国会の会期末は6月26日と、直前に衆議院を解散した場合には衆参同時選挙となる可能性が高いということなんですね。これなんですよ。これに対して誰もですね、内閣総理大臣は衆議院の解散権がないんだよということで、真っ向から菅官房長官のこのような暴言、嘘、憲法違反の妄言ですねを批判しないということなんでね。だから私は何度でも言うよということで、内閣総理大臣には衆議院の解散権がないんだよと、歴代の自民党政権の内閣総理大臣が衆議院の解散権は首相の専権事項であるというふうに繰り返し言ってること自体がまさに憲法違反であり、全くの大嘘なんだということを繰り返しもう3、4年前から言ってるんですね。でまだ浸透しないんですね。なぜかということでしょうね。
で私の内閣総理大臣には衆議院の解散権がないんだと。その最大の根拠は憲法第41条の最初の規定ですよね。国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関であると。国権の最高機関であるということを言い切ってるんですね。ということは国権というのは立法府の国会ですよね。それから行政権力の内閣、そして司法権力の最高裁と、この3権のうち、立法権を持つ国会は国権の最高機関であるというふうに言ってるわけですから、3つの国権のうちの最上位に位置すると。その下に内閣が位置し、その下に、最高裁が位置するという縦系列なんですね。横じゃないんですよね。で我々は学校とかあるいは菜食肥料さん、山崎さんが質問したとき、小沢一郎も分かっていません。だから全然分かってないですよ、小沢一郎。ちんぷんかんぷんですよ。彼なんか、俺が日本国憲法よく分かってんだというふうに自信たっぷりなんですけど、小沢一郎も山本太郎も、山本太郎が直接説明したんですけど、分かってないですよね。もう2年前に、内閣総理大臣には衆議院の解散権がないんだよと。それから内閣には法律の規範権も国会の提出権もないんだよということの根拠を説明したんですね。たまたま彼と東京地裁の裁判の傍聴で出会って、立ち話で5分とか10分ですね。それで資料も渡したんですけど、その彼はこのことに関して一切発言してないんで、理解してないか、あるいは理解したくないかと、どっちかでしょうね。ということで何でしたっけ、要するに国会は国権の最高機関であるという憲法第41条の規定に従えば、日本の3つの国権は我々が高校で習ったようないわゆる3権が分立してお互いに横並びでお互いが牽制しているという説明を受けたんですけど、全くの嘘なんですね。41条に従えば一番上に国会があって、その下に内閣があって、で一番下に最高裁があると。なぜなら憲法第6条の第2項かなに、内閣総理大臣は天皇は内閣の助言と承認に基づいて、最高裁長官を任命できるという規定があるんで、結局日本国憲法においてはですね、最高裁長官は内閣総理大臣が決められると。長官でなくても判事も決めちゃってるんですよね。だから裁判権の独立なんていうのは大嘘なんですよね。ということで、縦系列で、ですから内閣総理大臣というのは国会の下にある内閣の長でしかないと。その内閣総理大臣が国権の最高機関である国会を勝手にですね、自分たちの都合の良い時に国会を解散する権限なんてありっこないです。ということで、歴代自民党あるいは民主党あるいは何ですか日本維新じゃないや小沢一郎とそれから細川の弱小7党が連立を組んだ非自民非共産の8ヶ月しか続かなかった、日本新党連立内閣含めてですね、全ての日本の総選挙は任期満了で総選挙になったんじゃなくて、途中で、内閣総理大臣が理由をつけてですね、解散して、
大義名分をつけて解散して、総選挙を強行したと。だから相手が野党が分裂しているとか、野党に金がないとか、野党がバラバラという足元を見て、与党の自民党がの総理大臣が衆議院を解散するんで、活動が当たり前なんですよね。だから今回も、衆議院を解散すれば勝てるということで、衆議院解散し参議院と同時選挙をすれば勝てるというふうに見てるんですね。で、逆に言えばもしも同時選挙ができなくて、衆議院が解散されなくて、任期満了の参議院だけ選挙になれば3分の2なんていうのは改憲勢力は勝てないですから、結局憲法改正の発議が参議院ではできないと。衆議院は3分の2以上ですからできるんですけど、参議院はできなくなるということで、衆議院と参議院が両方ですね、3分の2以上の議席を持って発議を行うということが不可能なんですね。ということはもうできないんですよ。安倍の悲願、日本会議の悲願、戦後ずっとですね、この憲法改正という名の憲法破壊を悲願としてきた安倍晋三と民主党、自民党、そしてその背後にいる日本会議とか神社本庁とか靖国神社とか護国神社とか、あるいは何でしたっけ、いわゆる極ファシスト改憲勢力、彼らの悲願がこの一点で同時選挙できないということで、つい得るんです。だから我々がすべきことはそういうことなんです。自民党を勝たせてしまう国民もやばいなと。そうなんですね。だから結局国民はマスコミ、日本のマスコミが世論誘導すると、あるいは洗脳するということに対する抵抗力がないからでしょうね。自ら自分で情報を得て、自分で情報を分析して、一体自民党あるいは改憲勢力は何を狙っているのかという動きを自分で突き詰めると、突き止めるということができないからでしょうね。ということなんですね。ですから我々がすべきことは一体何なのかということで、この今日のメインテーマ、次ですね、次の文章。彼らは8月の衆参同日選挙にどんな不正手段を使ってでも勝利して、衆議院と参議院で3分の2議席を獲得し、衆参憲法改正国民投票発議をして、矢印憲法改正国民投票をして、2020年憲法改正イコール憲法破壊に持っていくだろうと。なぜならば、もしも衆参同日選挙ができず、7月に任期満了の参議院選挙だけであれば、自民党、公明党、維新の会プラスアルファの改憲勢力だけで参議院の3分の議席を獲得することは到底不可能だからということですね。だから発議できなくなっちゃうということですよね。で、安倍晋三がでっち上げる大義名分は国民があっと驚く次のような大義名分だろうと、私が推測していることで、安倍晋三首相が突然ですね、6月下旬のある日、記者会見を開くと。で、次のように発言すると。で、私は国民生活の向上のために、断腸の思いで、今年10月の消費税、8% から 10% の値上げを中止します。で、逆に消費税を 5% に下げることを決断しました。で、つきましては、この私の重大決定の是非を国民の皆様に問うために、
7月某日に衆議院を解散し、8月某日に衆参同時選挙を行うことを決断しましたと、こういう記者会見を彼は6月の下旬あたりにするんだろうと、あるいは6月26日に通常国会が終わりますんで、その直前、6月の25日ぐらいにするのかもしれないですね。そうすると、この国民があっと驚く奇策に対して、抵抗できる野党は誰もいないんですね。せいぜい山本太郎ぐらいじゃないですか。で、山本太郎と、それから我々市民革命派ぐらいしかいないということなんですね。我々が安倍晋三首相らが目論む8月の衆参同日選挙を阻止し、参議院選挙だけにして、参議院3分の2議席確保を阻止できれば、彼らの長年の悲願である憲法改正イコール憲法破壊策動を最終的に粉砕できるということですね。で、この安倍晋三の奇策に対抗し粉砕できる野党勢力は誰もいないだろうと。唯一粉砕できる野党勢力は山本太郎ぐらいで、それに山本太郎をはじめとする少数の野党政治家と我々市民革命派しかないんだとですね。それじゃあそのために我々は何をなすべきなのかということで、その具体的な方法は私が4月の17日の配信ブログ、非常に重要なことなので何度でも言うと、日本の内閣総理大臣には衆議院の解散権はないと、そこに書いてありますので、ぜひ再読して、そして広く情報拡散をしてくださいということで、このブログを再経営するということになっていますね。で、その中で先ほど言いましたように、内閣総理大臣には憲法第41条の規定で、衆議院を解散する権限なんかないんだよと。そして彼らは憲法第7条の第3項に、天皇の国事行為という10の規定の中の第3項に衆議院の解散と書いてあると。だからこれをもって、天皇は内閣の助言と承認に基づいて衆議院を解散するということを根拠にするんですけど、ここで、みんなは黙っちゃうんですけど、実はこの憲法第7条の天皇の国事行為という規定、特に第2項と第3項、第2項っていうのは天皇は国会を召集すると、第3項は天皇は衆議院を解散すると、この2つの第2、第3項だけがですね、国事行為じゃないんですね、国政行為の文言に差し替えられていると。これはなぜかということなんですね。で、本来の国事行為の文言というのは他の第1条から第4条、第10条まで全て、いわゆる象徴的な国事行為なんですね。で、第1条は天皇は外国との条約の締結を公示するって書いてあるんですね。だから公示するとか、あるいは認証するとか、あるいは恩赦をするとかですね、切除するとかですね、いわゆる象徴的な内容のない、象徴的な行事、国事っていうのは行事なんですね。行事なんですけど、なぜか第2項と第3項だけが国政行為の文言になってるんですね。天皇が国会を召集するっていうのはまさに大日本帝国憲法と同じですよね。で、天皇が衆議院を解散するっていうのは大日本帝国憲法ですよ。国事行為じゃないでしょ。国政行為ですよ。本来だったら天皇は国会の召集を宣言するとか公示する。第3項、天皇は衆議院の解散を公示するとか宣言するとか、そういう文言なんですけど、非常に巧妙にですね、
この2つだけを国政の文言にすり替えたと。これは誰かというと、この日本国憲法を起案し、そして、1947年5月3日に施行した GHQ 総司令官マッカーサーです。マッカーサーがこの憲法第7条の第2項第3項を国政行為の文言にすり替えたと。なぜかというと、GHQ が国の日本国が独立した際には傀儡政権を政党を作ると。米国の利益のために働く傀儡政党を作る。それが1955年にできた自民党なんですね。その傀儡政党である自民党、後の自民党が半永久的に日本の政治を独占できる仕掛けとして、いつでもその政党の内閣総理大臣が有利な時に衆議院を解散できるような文言を入れ込むという非常に巧妙な謀略をこの憲法7条の第2項第3項に入れ込んだんですね。でそのことに対して当然ながら憲法学者っていうのは気がついてるんですけど一切言わないと。野党の国会議員もほとんど気がついてないのが多いんですけど、でも気がついてる人もいるんじゃないですか。でも言わないと。マスコミも同じということで、国民の誰もがそのことに対して気がついてないという悲劇的な状況になってるんですね。ですからここまで徹底的に言い切んなくちゃいけないんですよ。憲法第7条の第2項第3項の規定はGHQ マッカーサーが半永久的に、傀儡政党が日本の政治を独占できるように、自民党ですよねに巧妙に文言を国事行為の文言として国政行為の文言にすり替えたということなんです。でその2つですね、憲法第41条の国会は国会の最高機関であるから、その下に位置する内閣の長でしかない内閣総理大臣が自分の勝手でですね、国会衆議院を解散する権利なんかないんだよと。だから歴代自民党の内閣総理大臣が事あるごとに、今回の菅官房長官もそうですよね、野党を脅すために、そういう、衆議院の解散権は首相の専権事項であるということを言うわけですよ。それで大義名分があればいつでも解散する権利があるんだという大嘘、憲法違反41条違反の大嘘をついて、最高裁も誰も言わないと、憲法学者も誰も言わないと、野党国会議員も何も言わないと、野党の政党も言わないと、マスコミも言わないと、それからオピニオンリーダーも言わないと、それから組合のリーダーも言わないと、それから市民運動のリーダーも誰も言わないという恐ろしい事態になっているんですね。そして、自民党が憲法7条解散ということで、その根拠とする憲法第7条の第3項、天皇は内閣総理大臣の助言と承認によって衆議院を解散するという文言自体が天皇の国事行為じゃないでしょうと、国政行為でしょ。だから本来だったら最高裁がこれは文言がまさに憲法違反で違うよと、国事行為であれば第 2項は天皇は国会の召集を宣言する、第3項天皇は衆議院の解散を宣言するという文言に変えるべきであると、国会はその必要な手続きをしなさいという判決を出すべきなんですけど、日本の最高裁は自民党の番犬ですからね、アメリカ支配階級の番犬ということで一切言わないということなんですね。
僕も消費税、減税したら自民党を圧勝するだろうなと思っていましたと。ここまでやるでしょ、あいつらは。それに対して誰も抵抗できないんですね。さすが安倍さんという安倍翼さんの世論が沸騰して、再び衆議院参議院同一選挙で、自民党公明党そして、維新の会が圧勝するという悪夢が再現されるということに対して、今私はこのように警告を発しているということなんですね。笑っちゃう、漫画だよね。ということで、この今日のメインテーマのポイントだけ、でもアップしますね。関連記事ですね。今日の毎日新聞。これは珍しく途中で、有料だから読めませんということにはなってないですね。なぜかね。全部読めるんですよ。で、私のこの今日のメインテーマの中での私の主張ですね。彼らは8月の衆参同時選挙でどんな不正手段を使ってでも勝利すると。それで衆議院と参議院で3分の2議席を確保して、衆参憲法改正国民投票発議をして、矢印憲法改正国民投票を実施し、2020年憲法改正イコール憲法破壊に持っていくだろうということなんですね。でなぜならば、もしも衆参同日選挙ができなければ、8月にできなければ、すなわちモフネコボウさん、消費税増税として予算が通っていますが、これはどうなのかと。だから彼らは予算なんかどうでもなるわけですよ。鉛筆なめなめすれば。だから8%から 2%、1% が、いくらでしたっけ、2兆円かな。だから10兆円ってことは4兆円プラスでも 5% にするから結局10兆円減だということになるわけですね。だからそのために10兆円をどっからかひねり出すということで、おそらく特別会計から10兆ぐらいひねり出すんですよ。あるいは特別国債っていうのを10兆円発行すると。そして、民間銀行に引き受けさせるということをするんでしょうね。だからどうでもなんですよ、予算なんかは。ということで、安倍晋三がでっち上げる大義名分は国民があっと驚くような次の大義名分だろうと。だからもうすでに、前回消費税のアップを延期します、1年半延期しますって言って解散したから、もう使えないんですね、この手は。そうするとこれしかないんですね、残ってるのは。5% にしますよと、要するに野党が言ってるようなことを言うんですよね。だから6月の下旬にある日突然記者会見すると。で私は国民生活の向上のために断腸の思いで、消費税の 8% から 10%、10月の値上げを中止します。でさらに 5% まで
消費税を下げますと。これは私の重大なる決断ですと。でこの決断を皆様、国民の皆様に、是非を問うために、衆議院を解散して参議院との同時選挙を行うことに決定しましたという記者会見を当然するんですよ。そうするともう野党も壊滅するでしょうね。この安倍晋三の奇策に抵抗し粉砕できる野党勢力は誰もいないと。唯一粉砕できる勢力は山本太郎をはじめとするごく少数の政治家と我々市民革命派しかいないだろうということなんですね。で我々が安倍晋三らが目論む8月の衆参同時選挙を阻止し、参議院選挙だけにして参議院3分の議席確保を阻止できれば、彼らの長年の悲願であった憲法改正イコール憲法破壊策動を最終的に粉砕できるんだということですよ。だから彼らにとっては最後のチャンスなんですね。残された同日衆参同日選挙と参議院だけの単独だとできないというのは彼らは分かってるんですね。じゃあそのために我々は何をすべきかということなんですけど、その具体的な方法はいかに、転載する、再掲する、今年4月17日の私のブログ記事ですね、非常に重要なことなんで何度も言うと、日本内閣総大臣には衆議院の解散権はないに書いてありますので、ぜひ読んでくださいと。そしてぜひ周りの人々に、拡散してくださいと。拡散して同時選挙を阻止するということなんですね。阻止できれば勝てるんですよ。ということで、そのブログ記事、再掲ブログ記事、これの URL ですね、タイトル。でこのブログ記事の中身ですけど、そのことを誰よりもよく知っているのは安倍晋三であり自民党と。なぜならば安倍晋三が主導して2012年4月27日に発表した自民党憲法改正草案第54条第1項には、衆議院の解散は内閣総理大臣が決定すると堂々と書いてあるんですね。だから彼らは当然知ってるんですよ、憲法違反であるということ。日本のほとんどの国民は憲法第41条の重要な規定を知らされてないということですね。学校で教えないと。41条っていうのは憲
法9条以上に大事なことなんですけど、憲法9条は語るけど41条は誰も語らないということですよね。国会は国権の最高機関である。この意味、と三権の位置関係は、国会は最高位、その下に内閣と最高裁が一致するという構図と。縦なんですね。でこの位置関係を見れば、国会の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上位に位置する国権の最高である国会を自分たちの都合で勝手に解散する権限なんかないんだということなんですよ。で戦後70年以上にわたり日本の政治を独占してきた米国の傀儡政党自民党の歴代内閣総理大臣は事あるごとに衆議院の解散権は首相の専権事項であると憲法違反の大嘘を繰り返してきたと。で野党に金がない、野党が分裂しているという時を狙って適当な理由をつけて衆議院を解散し、莫大な750億円の税金を使って総選挙を行い勝つのは当たり前と。野党が弱体化した時を狙って衆議院を解散して総選挙を行い、あらゆる国家権力と御用マスコミを動員して不正選挙と組織選挙を行えば自民党が勝つのは当たり前と。バカでも勝てるよということですよね。いわゆる先進国と言われる国の中で戦後一貫して一つの政党公明党創価会との連立を含むが、しかも米国の傀儡政党が政権を独占してきたのは日本だけと。なぜかというと、憲法違反の内閣総理大臣が勝手に自分たちに有利な時を狙って衆議院を解散して、その最大の理由は自分たちに有利な時を狙って衆議院を開催して総選挙を行うと。それを繰り返してきたわけですよ。勝利、かっこつき勝利ですよね。この自民党の暴挙に対して、憲法の番人として憲法41条の違憲審査を出すべき日本の最高裁は一切沈黙して自民党の政治を容認してきたということですね。菜食ヒーローズ、そうなってしまったらバカな議員がわんさと増えそうですねということですね。日本の最高裁は憲法の番人ではなく米国傀儡政党自民党の番犬であると。憲法の番人ではなくて傀儡政党自民党の番犬であると。さらに日本の野党政治家が日本の憲法学者も政治学者も日本のマスコミも日本のオピニオンリーダーも日本の市民活動家も
誰もこの重大な憲法違反と大嘘を正面から取り上げてこなかったということですね。その第2の理由は、日本憲法が大きく規範して47年5月3日に施行した当時の GHQ マッカーサー総司令官が、将来米国傀儡政党が日本の政治を独占支配できる仕掛けを日本国憲法の中に埋め込んだと。これが7条の2項3項なんですね。特に3項ですね。衆議院の解散権を内閣総理大臣に持たせるような文言にした。憲法第7条の1項2項3項、国事行為で、1項、憲法改正法律政令及び条約を公布することと。そうなの。これは国事行為なんですね。条約を締結するっていうのは国政行為だけど、締結された条約なり憲法改正法律等々を公布すると。で、問題は第2です。国会を召集する。3、衆議院を解散する。これが国事行為の文言になってるんですけど、国政行為ですよね、ここが非常に巧妙にすり替えられているということなんですね。他の4、5、6、みんな国事行為なんですよ。国会議員の総選挙の施行を公示するでしょ。国会議員の総選挙を行うんじゃないんですよね。総選挙の施行を公示するんですよね。から国務大臣、法律の定めその他の管理の任命及び委任及び大使公使の委任状を認証するでしょ。だから公使を決めるとかなんかじゃなくて、決まった公使たちを認証するだけと。から6番目、大赦、恩赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すると。復権を決定するんじゃないですよね。政府が決めたことをただ認証すると。栄転を授与すると。儀式を行うと。から批准書及び法律を定めるその他の外交文書を認証する。外国の大使及び公使を設置する。そうなんですよ。だから10個ある憲法第7条のいわゆる天皇の国事行為の中で2と3だけがなぜか国政行為の文言にすり替えられている。そのことを誰も指摘しないということなんですね。この2つの文言だけが GHQ 米国支配階級によって天皇の国政行為の文言にすり替えられているということなんですね。なぜならば第2と第3の文言は正しくはいわゆる国事行為の文言というのはこうあるべきなんですね。2、国会の召集を公示する。衆議院の解散を公示すると。これを国会を召集する。衆議院を解散するという、そういう文言に差し替えられちゃってると。そのことを誰も批判しないと。だから憲法改正が必要だっていうのはまさにここですよ。これらはこの GHQ による巧妙な文言の差し替えに対して法の番人である憲法の番人として憲法7条2項3項の文言が間違っていると、文言の訂正の判決を出すべき日本の最高裁は一切沈黙して、
GHQ の陰謀ですよね、容認してると。日本の最高裁はこれ米国支配階級の番犬であると、自民党の番犬であるというのをはっきりしたんですね。野党も憲法学者もマスコミもオピニオンリーダーも誰も言わないと。だから殿下の宝刀を抜かれたらもうおしまいだと思ってるんですよね。いわゆる護憲派と言われる木村草太首都圏大学法学部教授は日本国憲法第7条天皇の国事行為第3項の規定を根拠にして日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っていると、自民党独裁擁護のバカなことを公表しているということですね。というのが今日のメインテーマでした。時間がもう1時間41分100分経つんですね。ちょっと重要なことなんで、結構長くですね細かく説明したつもりですけど、現在、視聴される方が同時刻で60名、全体で184名、コメントが105件ですね。ということで、今日のトピックスを駆け足で、で最初はドイツ各地で反国家主義デモ、イタリアでは欧州右派勢力結集と、欧州議会選前夜ということで AFP ですね。それから2つ、これは非常に重要な記事ですね。ソウル市の若者手当を受けた 47% が社会進出と、手当の 97% を生活費、就職費用にしようということ、半行令ですね。ソウル市の若者手当が非常に若者が社会進出するのに役立っているという記事ですね。ハンギョレ新聞。それから共和党から初トランプの弾劾を呼びかけ、アマッシュ下院議員が怒涛の連続ツイートということで AFP、 こういう人も登場したと。共和党内部からですね、トランプを公然と批判する下院議員が登場したと。でそれに対してトランプがすぐに、反論してるんですね。トランプ氏弾劾呼びかけの共和党議員を全くの小物、負け犬と一周という面白いですねこれね。AFP。 それからこれですね、全卒業生の学生ローン私が負担ということで、米富豪実業家がサプライズ総額44億円と、推計44億円
いうことですね。でこの記事の最後に出てるんですけど、欧州系格付け大学フィッチ・レーディングスによると、学生ローンの総債務残高は現在1兆5000億ドル、170兆円を超えていると。すごいですね。170兆円ですって。学生ローンですよ。そして今日の重要情報ですね。幻冬舎健城徹社長に寄せられた作家の批判総まくり。幻冬舎から著作出版の作家も熊町峰子は青林堂と合併すればという。青林堂っていうのは本当ネットヘイト丸出しの極右出版社ですね。そうなんじゃないですか。答弁者も倒産寸前になれば合併なんじゃないですかね。リテラこれですね。ということで、今日の放送、月曜日の放送、これでようやく終わりですね。現在、日本時間でもう夜の11時49分、真夜中に近づいてきましたね。申し訳ないですね。ということで、今日の放送もたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとギフトいただいてありがとうございました。ということで、今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。また明日ですね、よろしければまた合流してくださいということで、今日の放送終わりです。お疲れ様でした。